こんにちは、山下です。皆様本日もご覧いただきありがとうございます。あっという間に11月に突入してもう15日半分過ぎるところなんですけれども、このタイミングで10月の振り返りと、あとは10月に無印で買った購入品紹介をしていきたいなと思っております。ちょっとバタバタとしておりまして、このタイミングになってしまったんですけれども、早速毎月のごとくこういう感じでラジオ感覚でおしゃべりしていきながら進めていきたいなと思いますので、最後までどうぞお付き合いください。僕は YouTube に載せた通り、10月の上旬から、約10日間くらい実家の方に戻っておりまして、おばあちゃん家とあとはおばの家を行ったり来たりする日々を送っておりました。まだ報告はできないんですけど、ちょっとあるものづくりのお手伝いをしてまして、やっぱね、いろんな人が関わってくるものっていろんなことが起きるんですけど、ハプニングとかそれもね、後になったらすごくいい思い出になっていくのが時間の流れっていう魔法でございまして、今となってはすごく楽しかったのかなと思えております。当時はもう大変すぎて本当に生活リズムがバラバラになっちゃって、涙だ日々を送っていたんですけれども、でもね、おばおじにも会えたし、あと米と麦も毎日本当に楽しそうに遊んでたから、そういう意味では帰ってよかったなと思ったし、帰れてよかったなと思っております。で、あとはおばあちゃん家にそんなに長くいることが今までなかったから、それが良かったなと思ってるんですけど、ばあちゃん家の大掃除をしたりとかで、毎日おばあちゃんのお友達が来てくれて、みんなでお茶会したりとかして、仕事もしつつなんですけど、そんな時間が過ごせたので充実した日々だったなと思っております。で、帰ってきてからは何かと仕事が終わらなくて、やっぱ10月はもうずっと仕事をひたすら頑張ってた1ヶ月だったんですけど、でもスケジュール帳を見返したら結構遊ぶ予定も入ってたし、ドッグラン行ったりご飯食べに行ったり、あとは栗の甘露煮作ったりとかもして、めっちゃ充実してるやんってすごい思いました。そんな感じの1ヶ月だったのかな。全体的な感想としては、結構疲れたなっていう感想なんですけど、頑張った自分を褒めてあげたいなと思っております。皆さんはどんな10月を過ごしたか、このタイミングでちょっと思い出してみてはいかがでしょうか。こんな感じで10月の振り返りを終わりたいなと思います。それでこれから無印良品の購入品紹介をしていきたいなと思うんですけれども、月末に無印週間やってて、でストレスを発散するかのようにいろんなものを買ってきたので、そちらを紹介できたらなと思います。まず最初に紹介するのはこちらですね。植物成分 100% 固めて捨てる油処理剤を購入しました。これはね、よく買ってるんですけど、揚げ物結構するんでとてもおすすめです。続きましてはこちらクリアホルダーですね。これはもう毎年確定申告の領収書とか書類を入れるのは無印のこのクリアホルダーで、ちょうどこの時期に毎年買ってるんですけれども、今年も確定申告来るんだなってそう思いながら買わざるを得なかったアイテムです。続きましても日用品の紹介になるんですけれども、ここはさらっと紹介していきます。まずは、スパイラルタイプの綿棒ですね。うちはもう絶対に黒です。黒の綿棒じゃないと使えないというぐらい黒の綿棒ばっかり使っております。たくさん入ってて安いしおすすめです。で、こちらが敏感肌用の日焼け止めミルクを購入しました。もう毎日家にいるんですけれども、パソコンもやっぱり
ブルーライトとかで日焼けするって聞くんで、毎日塗るようにはしてるんですけど、結構オーガニックのもの使ってても荒れてしまって、なかなかまだこの生まれて31年いろんな日焼け止めを使ってきたんですけど、なんかしっくりくるものが全然なくて、毎年5個ぐらい試してんのかな。でちょっとこれ使ってみるかと思って購入してみました。果たしてどういう感じなのかはまたどっかのタイミングでレビューしたいと思います。そしてこちらはボディーソープですね。ボディーソープもまあナチュラルに使えるのかなと思って購入しました。そしてこちらはトイレの芳香剤でいつも使っているインテリアフレグランスオイルのウッディをまとめ買いしてきました。他の香りはちょっときつくてしんどいなってなっちゃうんですけど、ウッディだけは全然いけるので使っております。そしてこちらはですね、一緒に行った友達におすすめしてもらったご飯にかけるシリーズのサンラータンと、あとはお米の旨味を生かした揚げおかき醤油味を購入してきました。このサンラータンめっちゃ美味しかったですね。なんかいろいろ出てるけど結構化学調味料使ってないシリーズが多くて、味もすごく美味しくて、これはまた買いたいなと思いました。でせんべいはもう大好きなんで、これはもう間違いない美味しさ。塩も美味しいし醤油も美味しいし、どっちもおすすめです。ここからは服を買ってきましたので、そちらもさらっと紹介していきたいなと思います。まずは厚手の靴下3種類買ってきました。この季節になるとマスタード色がすごく欲しくなってしまうので、マスタードの色の靴下を何種類か買ってきたんですけれども、靴下大好きなんでまだまだ買いたかったんですが、とりあえずこの3種類を選んできました。はい、そしてこちらがスウェットシャツアイボリーと、あとはハイネックの長袖 T シャツダークグリーンを買ってきました。安いんですね。1490円と1990円で結構お手頃だったんで2種類買ってしまったんですけれども、スウェットとかね、本当に何枚あっても困らないから全色欲しかったけど、とりあえず絶対着るであろうアイボリーをチョイスしております。そしてですね、一目惚れしたのがこのルームウェアセットです。これはとってもいい買い物をしたなと思っております。今年もうクタクタになったパジャマを何枚か捨ててしまったので、どうしようかなと思った時にこれ見つけたんですけど、めちゃくちゃ肌触りも良くて着心地良さそうだったんで買ってきたんですが、めちゃくちゃ暖かいですね。これは今年の冬大活躍しそうな予感です。無印に行った際には触ってみてほしいなと思うアイテムです。はい、最後はこちらボアフリースベストを購入してきました。ずっと欲しかったやつで、ようやく今年手に入れたというところなんですけれども、めちゃくちゃ可愛いですよね。着心地も良いし重ね着もしやすい。ちょっと冬本番になると心もとない感じはするんですけれども、まあでもいろいろパーカーとか合わせて着てみれば馴染むんではないだろうかと思って購入してきました。これ可愛いんで買ってよかったなと思っております。やっぱりね、無印の商品はもう年を重ねるにつれてなんというか着心地が良かったり素材が良かったりするから、ストレスフリーでおしゃれを楽しめるっていうところで、もう最近はずっと無印で服買っております。若い頃はいろんなところに行っていろんな服を買ってたのに、どんどんなんかナチュラルになってきたなって自分でも実感しております。そういうわけで10月の振り返りと無印良品の購入品紹介をここいらで終わりたいなと思います。で、11月も半分過ぎましたけれども、もう結構寒くなってきましたね。夜になると冷え込んでしまって、コメちゃんも布団から出てこないし、散歩も行きたがりません。とにかく秋風っていうのかな、秋風もそうだし、いろんな流行の病が流行っておりますので、
皆様どうぞご自愛して毎日をお過ごしくださいませ。そんなところかな。11月の目標は何だろうか。11月どうしようかな。11月結構のんびり過ごしてるんですけど、今までちょっと貯めていた作業だったりとか、ちょっとものづくりを進めております。なんかお知らせできるといいなと思うんですけれども、そうだ、資格の勉強もしなきゃいけないんだ。なんか全然時間が足りないなと日々思っております。残り半月、充実した1ヶ月を過ごしていきましょう。皆さん本当にくれぐれも風邪だけには気をつけてくださいね。はい、ということで今日はここで終わりたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、あとはグッドボタン、インスタグラムもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。で、コメントもぜひよかったらしていってください。ではではまた11月の振り返りでお会いしましょう。バイバイ。